高橋ファルコンゾン千秋です。安藤です。この時期、職場でエアコンの設定温度が暑すぎたり、寒すぎたりすることってない？結構ある。人によって下げろって言う人もおるし、上げろっていう人もおるな。エアコンのさ、特に夏の時期の設定温度って永遠のテーマになりがちだと思うんやけど、今回はエアコンの設定温度は暑がりと寒がりどっちを優先すべきかっていう話をしていきたいんやけど、日本全国のローカルネタを扱っとるサイトで J タウンネットっていうサイトがあるんだけど、そこの記事で2020年にエアコンの設定温度はどちらに合わせるべきかっていうアンケート調査の結果が載っとって、で、1893票得票数があって、その結果が暑がりと寒がりどっちに合わせるべきっていうアンケートで、74.6% が暑がりに合わせるべきって言っとって、残りの 25.4% は寒がりに合わせるべきって言っとんのよ。で、都道府県別にも結果が出とんのやけど、ほとんどの都道府県で暑がりに合わせるべきって言っとって、寒がりに合わせるべき派は、ほんと一部やな、福島と栃木と山梨だけ。もうあとは全部暑がり派なんや。そう、暑がりにエアコンの設定温度を合わせるべきっていう意見が優勢となっとんのよな。で、その理由に、X で会社にめっちゃ暑がりな人がいるけど、見てて毎日辛そうでかわいそう。エアコンの温度って暑がりの人に合わせるべきだと思う。寒い人は服を着ればいいけど、その逆はできないとか、エアコンの温度論争は暑がりに合わせるしかないと。寒ければ服着ればいいけど、暑いからって服脱いだって涼しくはならないからと。だいたい暑がりに合わせるべき派は、寒いやつは服着ればそれで終わる。それで済むやろっていう意見が定番やんな。そういう声は大きいな。よく聞くわ。一方で、寒がり派に合わせるべき派は、職場の冷房が強すぎて、いくら体に風が直接当たらんようにしとっても寒いと。で、上司が暑がりやからエアコンの設定温度に関して、かなり衝突することがあるという意見があったりするんよな。で、暑がりの人の原因としてよく挙げられるのは、筋肉量が多すぎると。あと脂肪が多い。太っとるとかってことやな。あとはホルモンバランスの変化が挙げられるんやけど、ただ、太っとる人に関しては、暑がりにもなるんやけど、寒がりにもなる可能性を秘めとって、脂肪によってその熱伝導が悪くなるらしくて、なかなか、体温調整ができやんくなるらしいんよな。脂肪が多いと。だから太っとる人は寒がりも暑がりもおるっていうことらしいんよ。で、一般的に女性の方が寒がりが多いって言われるんやけど、それは筋肉量の違いによるもので、女性の方が筋肉量が少ないから、その寒がりが多いんやと。あと代謝の違いとかな。代謝が低いから女性は寒がりが多いという話が、あるんやけどな。体感男性が暑がり、女性は寒がりと思ったけど、実際に理論的にそうなっとるんや。冷え性とかも女性が多いしな。イメージの問題かなと思ったけど。で、さっきも言ったけどさ、大体暑がりに合わせるべき派の常套句としてさ、服着りゃいいやんって言うと思うんやけど。言われる。俺もさ、結構寒がりやからさ、この意見はよく聞くし、言われる。で、実際に 75% が暑がりに合わせるべきっていう意見やから、肩身狭いわな。俺は、どっちでもないんやけど、寒がりの人がさ、上着着ればいいってなるんやけど、上着着るとさ、たとえデスクワークでも仕事しにくくない？動きにくくない？一枚羽織っとるってだけで。着る具合にもよると思うんやけど、一枚羽織るぐらいやったら大したことないと思うんやけど、それぐらいは多分、寒がりの人もしとると思うんよ、対策は。で、一枚、カーディガンとか羽織るぐらいじゃ寒すぎるからもっと設定温度上げろって言ってると思うんやけど、かといってさ、それ以上着るってなってさ、ダウンとか着とったらさ、タイピングするにしてもちょっとやりづらいよな。それはそれで支障が出るからな。ただ、暑がりの人も、俺の職場やったらもう半袖短パンになっとる人とかもおるから、それ以上薄着にはできやんからさ、やむをえんじゃやむをえんのよな。人それぞれだ。体感違うからな。よくある状況としてでもさ、大体さ、女性の寒がりの人がエアコンの設定温度は主導権握ってることが多くない？実際そうよ。寒がりっていうかな、もうはっきりと女性のな、寒がりの人がな、エアコンになっとるな。内勤の人が女性が多いからっていうのもあると思うけど、それでも、やっぱ弱者優先っていうかさ、おつぼねさんみたいな人もおったりするからさ、そういう人が他の意見を一切寄せ付けずに自分が設定温度をガンガン変えていくっていう職場環境は多い気がするんよな。実際俺も今の職場もそうやし。いや、俺冷え性アピールも兼ねとると思うんやけど。どういうこと？冷え性アピールしてさ、か弱い自分を見られたいと思ったのじゃない？
そこでもそんなくだらんアピールあるんや。かわいいアピール。まあ学校とかでもそうやったけどさ、一人が寒いとかいう意見でさ、それに合わせて調節しやなあかんくなってくるよ。少数派の意見が通るというか。なんか暑がりでさ、暑すぎて体調崩すことはないけど、寒いと体調崩すっていうイメージがあるからっちゃ。ああ、はいはい。実際には暑すぎるとな、熱中症とかで体調崩すけど、でもやっぱ寒いのは風邪ひくっていうイメージはあるよな。っ実際そういうのはあるかもしれんな。まあ、ある程度妥協すべきやと思うけどな、お互いが。てことは、どっちもが、寒がりの人は寒いって思いながらやるし、暑がりの人は暑いって思いながらやっとるぐらいがちょうどいいんか。その方が、歩み寄る方がいいと思うわ。でも確かに、極端な暑がりと寒がりがおる職場やったら、お互いが暑い、寒いって思っとるぐらいが、多分適正温度やから、大多数の人は、その設定温度が心地いいやろうな。確かにな。会社とかやったらさ、今の俺の自分の席が、もうエアコンの真下で、ガンガンに冷風が来るわけよ。で、4方向の点火せで、自分のだけ風が来んようにしたんよね。そしたら、他の3方向に冷風がバーって強くその分行くようになって、それはそれですげえ文句言われたことがあって。これ職場がさ、席自由のフリーアドレスみたいなとこやったらさ、こういう席決めも結構死活問題になってくると思うよね。そうやな。席を優先してどこに座るかを決めるっていう、エアコンとかの配置を確認して、そんくらい結構職場では地味に応えるな、このエアコン問題、エアハラ。寒がりの人が多かったら、エアコンの風が当たらんところの取り合いになるよな。そう。で、女性社員の近くは良くないとかあるかもしれん。個人的にはもう、寒がりって女性でも太っとる人が多い気がするから、まずは痩せたらいいんじゃないのって思うけどな。個人差あるかもしれんけど。人によるけど、なんか立ち悪いんがさ、自分が寒いから自分のことを優先されるべきやってもう勝手に思い込んでさ、てかもう一回、なんか寒いって主張して、で、それが通ると、もう勝手にエアコンの温度を操作し出すのよな。何にも聞かずに。そうやな。そのせいで、なんか職場側もサウナ状態になった時があって、ああ、はいはい。だから俺は、もう机の上にさ、小型の扇風機置いて、なんとかしのいとんだやけど、ああ、あるな。サーキュレーターみたいな。もうそれなかったら絶対耐えれやんから。いや、それは結構困るな。自分だけやったらまだしも他の社員の人にさ、弊害が出てくるのは、ちょっと考えようやな。とはいえな、体温調節の機能があるんやから、職場に入った時に多少暑ぐらいやったら、1時間ぐらいおったら慣れるんやけどな。その時汗かいとっても。寒いアピールする人がさ、カーディガン羽織って膝掛けするぐらいで、しょぼい防寒対策でさ、寒いアピールして、冷房の温度を上げようとするのは納得いかんの。やるならちゃんとしてほしいよ。確かにな。でもある意味俺も寒がり派やから、こう言った割にはおばちゃんに助けられるとる面もあるけどな。俺じゃ言いづらいことおばちゃんが代わりに言ってくれて、あげてくれて、それでちゃんと27度、28度、適温。適温なんや。俺は共存しとるわ、おばちゃんと。暴風ジャケットとか着るとな、結構耐えれるよ。ああ、はいはいはい。あるな。雨とかも防げるようなやつ着ると、やっぱ風通さんからかなり暖かくなるな。外国とか行くとさ、バスとかが異常に寒かったりするやん。南国のタイとか行くと。はいはい。逆にガンガン効いとるみたいな、冷房が。そう、冷房18度で2時間も3時間もバス乗っとかなんかみたいな。容赦ないからな。そういう時に備えて、暴風のジャケットとか持ってっとんだやけど、なんかそれを職場でもやってくれたら、それでも寒いって言うんやったら、納得やな。本当にやるならそんくらいやれと。外国とかでゲストハウス泊まるとほんま、ドミトリーの部屋でな、18人ぐらいおるけど、設定温度18度で、強風になっとる時とかあるからな。もう寒くて寝れやんとかあるんよ。布団かぶっても寒いみたい。でもこれ職場さ、こういう今、エアハラとか、話しとるけどさ、俺ら学生の頃ってさ、エアコンガンガンつけとったイメージないけどな。まだ開けとったよな。学校は、だって、温度設定さ、もう国が決めた通りじゃない ?28 度までとか、なんか決まっとった気するで。あんま関係ないけど、高校の時さ、教室にエアコンあったけどさ、野球部がさ、なんか体が弱くなるからとか言って、教室のエアコン止めとった記憶あるわ。はいはい。安藤さん野球部やったから、一応分かっとると思うけど。野球部はな、エアコンをつけると体がだるくなって練習に支障が出るっていう理由で制限しとった。申し訳ない。そういう謎理論。今思うとそれも一種のエゴやな。で、それをさ、聞いた先生とかもさ、そうやな、みたいなさ、エアコンを着ることでさ、電気代の節約にもなるし、みたいな感じでさ、美徳のように受け取ってさ。野球部に甘かったからな。エアコン切っとったよな。いや、たまったもんじゃないよな。他の人からしたらな。それはたまったもんじゃないよ。ほんま迷惑やったで、あれ。確かにな。野球部と、夏場さ、
午前勉強、午後練習みたいな時はさ、午前が野球部しかおらん空間やから、もうエアコンなしが当たり前やと思っとって、全然それ普通やと思ったけど、やっぱよくよく考えると、それを普通の授業に持ち込むのって異常なんやなっていうのが、後々になって、あ、やっぱそうかって思うな。そりゃそうやろっていうか野球部のさ、野球の練習とか試合でな、結果出せやんくなるとか、知ったこっちゃないからな。教室は勉強する場所やからな。ぶっちゃけそんな別にエアコンつけたところで変わらんからな。そりゃそうやろ。いや、そりゃそうやわ。っていうか、それで暑すぎてさ、勉強とかに集中できやんだら、本末転倒やんな。いや、それはそう。実際暑くてダラダラやっとったからだ。無駄に水飲んで、午後からの練習に、なんかその飲みすぎで体調逆に悪くなるとかあったしな。それは高校の話だけどさ、職場とかでもさ、上司のな意見が強いっていうか、そういう上下関係厳しいとこやったらさ、上司が女性で寒がりやったら、もう自分に合わせるべきっつってさ、設定温度めっちゃ高くなったりしそうやん。いや、あるみたいなそういうの。調べとって知恵袋とか結構そういうの出てきたわ。これはパワハラでしょうかみたいな。本当に退職を考えてますって。やっぱそんくらいのレベルなんやに。なんかエアハラって言うんやろ。エアハラ。エアハラで会社辞める人もおるらしいからな。だから結構人によってはもう本当にそういうレベルなんやろな。もうお互い歩み寄るしかないよな。お互いにちゃんと対策をしてな、やるべきやと思うし、まあ一般的な指標として28度とか27度ってな、そういう設定温度の基準っていうか方針があるんやから。あるよな。だからその温度で暑いとか寒いとかっていう人は、まあ自分が、ちょっとおかしいっていうかさ。ずれとるっていうこと？自分がその平均からずれとるっていうのを自覚した方がいいよ。いや、それはそう。うん。マジでそうやわ。そんな感じで、今回は職場や学校のエアコンの設定温度は暑がりと寒がりどっちを優先すべきかっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。